皆さんこんにちは、高井です。本日は2024年8月13日です。今回は HKT48 劇場で開催される7期研究生公演を見に行きます。2日前の8月11日に初日公演が行われ、演目はラムネの飲み方公演でした。この動画では7期生のオーディション開催決定から現在に至るまでの歴史、7期生メンバーの紹介、公演の感想などを述べています。この動画を見ることで7期研究生公演のラムネの飲み方公演や7期生メンバーについて詳しく知ることができます。少しでも興味のある方であれば満足できる動画内容なので、ぜひ最後までご視聴よろしくお願いします。ここで簡単にオーディション開催決定から現在に至るまでの歴史を振り返ります。2023年11月27日に ZEP 福岡で開催されたライブ HKT48 秋ライブ2023博多にまつわるエトセトラにて約2年ぶりの開催となる第7期生オーディション開催の発表がありました。2024年1月から4月のオーディション期間を経て4月25日に KBC アサデスにて最終合格者が発表。5月9日に LINE キューブ渋谷で開催されたコンサート HKT48 春のコンサート2024ホップステップジャンプ夜公演にてお披露目されました。オープニングで人差し指の銃弾君のことが好きやけん、コンサート中盤でチェインオブラブを披露し、終演後はお見送り会に参加しました。3日後の5月12日に HKT48 劇場で開催された HKT47 期生全員生出演ニコニコお披露目特番では各メンバーのキャッチフレーズが初披露されました。6月12日のチーム H 目撃者公演の前座ガールズに中野みなみちゃん、松本萌歌ちゃん、吉田芽衣ちゃんが最初に出演し、その他7期生も次々と初出演。7月31日に青木ひな子ちゃんが前座デビューしたことで7期生全員が前座出演を果たしました。6月23日と7月28日のハイタッチ会にも参加し、6月23日のステージイベントでは7期研究生公演開催の発表がありました。そして8月11日に初日公演が開催され、同時に7期生全員の公演デビュー日となりました。演目は当日幕が上がった瞬間分かり、ラムネの飲み方公演でした。 SKE48 チーム K2 のオリジナル公演で2011年10月から2013年7月と2014年4月から2016年5月まで SKE48 劇場で開催されていました。オーバーチュア終了後、舞台に誰もいない演出から始まるので、この時点で演目名が分かった人もいるのではないでしょうか。ちなみに SKE48 のメンバーから初日を祝うフラワースタンドが贈られ、開演後劇場前に展示されていました。そして9月28日に福岡サンパレスホールで開催される HKT48 学園文化祭コンサートでは、開演前に7期生ゲームブースを体験できる企画があるようです。これからしばらくの間は研究生公演中心の活動になりそうです。各メンバーの個人 SNS やショールーム配信はまだ解禁されていません。ファンとしては活動の幅を広げてほしいと思っている人が多いと思いますが、今は一つのことに集中すべき時期なのかもしれません。それではこのタイミングで本日の公演の出演メンバーを紹介します。本日の公演の出演メンバーは青木ひな子ちゃん、石井あやねちゃん、石川あみゆちゃん、飯島リリアちゃん、江浦優香ちゃん、片平さらちゃん、呉優奈ちゃん、堤風花ちゃん、鶴川なちちゃん、中野みなみちゃん、長野ららちゃん、松永ゆいちゃん、松本萌歌ちゃん、山川まりやちゃん、吉田めいちゃん、竜頭あやねちゃんの16人です。石井あやねちゃんと中野みなみちゃんの2人は8月3日にお台場で開催された東京アイドルフェスティバル2024に出演しました。炎天下の中ノンストップで楽曲を披露し、最後の最高回まで全てやりきりました。また石川あみゆちゃんと松本萌歌ちゃんはフラワーガーデンコンテスト2024に出展し、ペイペイドーム外周に2人が植えた花が展示されています。10月まで展示されているので、劇場公演を見に行く際はぜひ立ち寄ってみてください。7期生全員の紹介動画はお披露目直後に2本投稿しています。概要欄にリンクを貼っておくので、この動画を見終わった後に見ていただければ7期生についての知識をより深められると思います。劇場前には多くのファンが集まり、初日公演と同様の賑わいを見せています。初日公演は当然満席でしたが、2回目である本日の公演も満席で開催されると思われます。それでは時間なので7期研究生公演を楽しんでいきます。
公演が終了しました。ロビー内は本日の夜公演に夏祭り公演が行われるので、夏祭り仕様になっていました。公演の完成度は非常に高く、パフォーマンスと MC ともに研究生公演と思えないほど素晴らしい公演でした。メンバーの多くは初日公演よりも2回目や3回目の方が緊張するみたいですが、初日公演と同じぐらい緊張した様子はなく、堂々としたパフォーマンスでした。HKT48 は一部の期が研究生公演を行っていますが、その中で最も良かったと思います。また SNS や現場に来たファンからも同期の仲が良く全員推したくなる様々なジャンルの曲があって、メンバー全員に見どころがある、これからの7期生の成長がとても楽しみなど、多くの良い感想が寄せられました。公演終了後は夜公演から始まる夏祭り公演の企画に参加するため、下りエスカレーター付近から劇場前まで並ぶほどの長い待機列を作っていました。ちなみに僕は十文字のチーム警報ここに立て天使を得る公演の夏祭り公演を見に行きます。その時の動画は次回投稿するので、ご視聴よろしくお願いします。これから先はセットリストを元にさらに深掘りして公演の感想を話します。演目やメンバーについて詳しく知ることができるので、最後までご視聴よろしくお願いします。2回目のラムネの飲み方公演の影アナウンスは中野みなみちゃんでした。初日公演の影アナは竜頭あやねちゃんです。日替わりで出演メンバーの一人が担当します。声だけで誰が影アナウンスをしているのか当てるのは意外と面白いので、開演前の暇つぶしにぜひやってみてください。オーバーチュア終了後の幕が上がった瞬間はステージに誰もいない演出から始まります。この演出をするのは全演目の中でラムネの飲み方公演だけです。そのため演目名が公開されていなかった初日公演でこの演出だけで演目名が分かった人はいると思います。オープニング曲は兆しです。43パターンもフォーメーションがあり、立ち位置が何度も変わります。多くのメンバーが覚えるのに苦労したらしく、この公演の MC でも話題になりました。しかしメンバー同士が何度か接触しながらも美しいフォーメーションだったと思います。2曲目は皇帝の子犬です。この曲の注目は日替わりでメンバー1人が犬の髪飾りをつけ子犬役を演じるところです。初日公演は江浦優香ちゃん、本日の公演は飯島リリアちゃんが担当しました。ディスコ保健室は生徒と保健室の先生のディープな関係を歌詞にしたカオスな曲です。一部ダンスが難しいところがあるので、パフォーマンスの上達がはっきりわかる楽曲だと思います。4曲目はお待たせセットリストです。この曲名と歌詞には SKE48 とチーム K2 がオリジナル公演ラムネの飲み方公演をもらえるまでの歴史が表現されています。今から14年前の2010年に SKE48 とチーム K2 は AKB48 のリバイバル公演である手をつなぎながら公演の千秋楽を迎えました。当時の予定通りであれば次の公演はオリジナル公演になるはずでした。しかし理由もわからず何度も延期され、公演が再開できない期間が約1年近く続きます。そんな中、当時チーム K2 のキャプテンだった高柳茜さんが AKB48 の総合プロデューサーである秋元康さんに対して、私たちに公演をやらせてくださいと選抜総選挙のスピーチの場で直接訴えました。この件が大きな話題となり、うやむやになっていた話が進んだ結果、2011年10月1日に初のオリジナル公演が実現しました。この歴史を経て SKE48 チーム K2 が手に入れたオリジナル公演がラムネの飲み方公演です。ちなみに一部のファンは HKT48 がこの公演を行うことに対して批判的な意見を持っていますが、これが理由です。しかし僕は14年も昔の話で当時を知っている人はほとんどいないので気にする必要はないと思います。賛否はあるかもしれませんが、正直言って古参のざれ言に過ぎないのかなと僕は思います。その一方 HKT48 は48グループで唯一オリジナル公演がありません。オリジナル公演でしか得られないものが今の HKT48 には必要だと思います。いつの日か高柳茜さんのようなメンバーが現れ、オリジナル公演をできる日が来ることを期待しています。自己紹介 MC のお題は私のここを覚えてでした。長野ララちゃんはたまに顔の右に出るエクボ、吉田芽衣ちゃんは二重で大きな目、竜とあやねちゃんはくしゃっとなる笑顔、山川まりやちゃんは可愛い声、松本もかちゃんはパワフルなダンス、中野みなみちゃんは食べることが好き、江浦優香ちゃんは意外としっかりしている性格、片平沙羅ちゃんは語彙力がないところ、在住を重罪、小児科を小児科と呼んでいたらしいです。飯島リリアちゃんは手長猿みたいに手が長く耳が立っているところ、鶴川なちちゃんは安心できると言われる声、石川あみゆちゃんは5年間伸ばした長い髪の毛、青木ひな子ちゃんはスイカの種と間違われる首のほくろ、堤風花ちゃんは代謝が良く
くすごく汗をかくところ、呉優奈ちゃんはもじもじしていて少し抜けているところ、松永優衣ちゃんは笑うとなくなる目、石井彩音ちゃんは顔が可愛く頭がいいところと言っていました。自己紹介 MC 終了後はユニットパートです。クロスは高柳茜さん、松本里奈さん、若林智香さんのポジションに竜頭彩音ちゃん、長野ララちゃん、松本萌歌ちゃん、フィンランドミラクルは赤枝里里奈さん、向田真夏さん、館美樹さんのポジションに江浦優香ちゃん、吉田芽衣ちゃん、山川まりあちゃん、眼差しさよならは小木曽しおりさん、古川愛理さんのポジションに片平沙羅ちゃん、中野みなみちゃん、嘘つきなダチョウは石田杏奈さん、後藤梨紗子さん、山田玲香さんのポジションに石川亜美優ちゃん、飯島リリアちゃん、鶴川なちちゃん、ナイストゥーミーチューは阿比留里穂さん、加藤智子さん、佐藤聖羅さん、佐藤美恵子さん、畑佐和子さんのポジションに石井愛音ちゃん、呉優奈ちゃん、松永優衣ちゃん、青木ひな子ちゃん、堤風花ちゃんが入りました。ユニット曲は初日公演と同じくポジション変更はありませんでした。メンバーは自分のポジションを完璧にするため、ファンは7期生の顔と名前を覚えるため、どちらにとっても今はポジション固定が良いと思います。後半曲は孤独なバレリーナ、今君といられること、ウイニングボールと続きます。孤独なバレリーナは曲名通り一人だけバレリーナの衣装でバレエ経験者の吉田芽衣ちゃんが務めました。今君といられることは季節の移り変わりとともに近づいてくる別れの瞬間を描いた卒業ソングです。ウイニングボールはメンバーのサインボールをバットで打つ特殊な演出があります。打つメンバーは公演ごとに異なり、初日公演は中野みなみちゃん、本日の公演は鶴川なちちゃんでした。後半 MC は他の公演と同じく前半と後半に分かれての MC です。前半のお題はリハーサルで一番心に残っているところでした。長野ララちゃんはダンスは覚えられるが立ち位置は覚えるのに苦労したこと、片平沙羅ちゃんはオープニング曲兆しは43パターンのフォーメーションがあり覚えるのに1週間かかってかなり練習したこと、松永優衣ちゃんは片平沙羅ちゃんの笑顔でガッツを入れて歌い始めるところ、松本萌歌ちゃんはクロスで足を上げるところ、呉優奈ちゃんは全てのユニットが心に残った。クロスは足を上げたりスタンドを傾けるところがかっこいい。フィンランドミラクルと嘘つきなダチョウは飛び跳ねたりかかとを高く上げるところがとても可愛い。眼差しさよならは表情が大人っぽく自分もそんな女性になりたいと思った。ナイストゥーミーチューはドミノを倒してウェーブを作るところがみんなで揃っていたのでとても心に残ったと話していました。後半のお題は前半と同じリハーサルで一番心に残っているところで、江浦優香ちゃんはオープニング曲兆しのフォーメーションと立ち位置が多く、初めはメンバーとぶつかることが多かったが練習していくにつれてフォーメーションが綺麗になり達成感がすごかったところ、石井愛音ちゃんは運動音痴でウイニングボールの振りができず長野ララちゃんと松本萌歌ちゃんに教えてもらったこと、中野みなみちゃんはゲネプロで95歳のひいおばあちゃんが7期 T シャツを着ていたこと、竜頭愛音ちゃんはクロスのダンスが大変で長野ララちゃんと松本萌歌ちゃんに教えてもらったことと話していました。アンコール前の曲は握手の愛です。曲名通りの歌詞で握手会に来たファンに感謝の気持ちを伝える曲です。 SKE48 劇場ではメンバーが客席に降りてファンと握手をしていたのですが、 HKT48 劇場ではセキュリティや感染症対策などの理由からありませんでした。アンコール後の曲はボーリング願望16色の夢クレヨンです。衣装の色は16人全員異なり、これは1人が欠けても夢は完成しないことを意味しています。ちなみに全ての色を混ぜ合わせると黒になります。そして黒は HKT48 のイメージカラーです。つまり皆で HKT48 という一つのグループを作り上げていることを象徴しているのだと思います。その証拠に16色の衣装の中には黒は含まれていません。もしかすると HKT48 がこの公演を行うことができたのはこれが理由の一つなのかもしれません。その後の MC で長野ララちゃんと吉田芽衣ちゃんが公演の感想を述べ、長野ララちゃんは初日に反省する点が多かったが今日は悔いのないように頑張れた。吉田芽衣ちゃんは衣装や演出、ファンの熱い声援のおかげでたくさんの自分を見せられたと話していました。最後はこの公演の演目名であり当時の SKE48 チーム K2 のキャプテン高柳茜さんの心境を表現した曲と思われるラムネの飲み方を披露し、本日の公演は終了しました。
以上で本日の7期研究生ラムネの飲み方講演の感想はこれで終わりです。冒頭で述べたように研究生講演と思えないほど非常に完成度が高く素晴らしい講演でした。SKE48 以外の他のグループでは上映経験がない演目であったにもかかわらず16人全員が堂々とパフォーマンスできていたと思います。MC 中に HKT48 の魅力の一つであるメンバー同士の仲の良さを感じることができたのも良かったです。これからの7期生の活躍が非常に楽しみです。この動画が良かったと思った方はチャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いします。また YouTube の検索欄に HKT48 高谷と検索するとトップに僕のチャンネルが出てきます。そこからでもチャンネル登録と動画視聴ができます。ご視聴いただきありがとうございました。